はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、ライオンさんにデッキを紹介していただきます。はい、まあお互いね、デッキ作ってますからね。そうですね。今日はカジュアルめの5、6択で、はい、1万5000円あれば作れますか？1万5000円あれば作れると思います。感じの構成ですになってます。はい、在庫さえあれば。まず登場者発表させていただくんですけども、分岐する嵐アラニアになります。イゼットです。イゼットの可愛いカワウソなんですよこれ。僕の大好きなイゼット。はい。あれ大好きですかイゼットは？イゼット大好きですよ。キャラかぶってるんですよね。そうなんですよね。知ってるカードが出てくるかもしれないっていうね。はい。で一応能力説明させていただきますと、5マナ3号のこいつはブルーンバロー。はい。結構新しめですね。そうですね。はい。あなたが呪文一つを唱えるたび、はい、それがあなたがこのターンに最初に唱えたインスタント呪文か、もしくは最初に唱えたソーサリー呪文か、最初に唱えてこれでないカワウソ呪文だった場合、対戦相手1人を対象とします。で、あなたはそのプレイヤーはカード1枚を引くを選んでもいいと。もしカード1枚引くを選んだら、そうしたらその呪文をコピーしますと。そのコピーの新しい対象を選んでもいい。はい、その通り。だ簡単に言うと、最初に唱えるインスタントソーサリー、もしくはカワウソ、はい、呪文がコピーされる。誰かがバンドをすると。はい。っていうことですよね。1回だけ。微妙に違うんですよ、違う、なるほど、ちょっと違う。実は、これ、はい、インスタントとソーサリーとカワウソそれぞれ1回ずつ言う。なるほど、そうなの？はい。そうなんすか？はい。最初に唱えたインスタント、最初に唱えたソーサリー、最初に唱えたこれじゃないカワウソ、それぞれで1回ずつ。なるほど、初めて知った。はい、そうなんですよ。これ間違いやすいんですけど、ぜひ覚えてください。いいですね。はい。ちょっと興味が湧いてきましたね。がぜんちょっと気になってくるところなんですけども。はい。じゃあまずどんな構成になるか。はい。説明お願いします。はい。はい。このアラニア、はい、もう見ていただいた通りではあるんですが、はい。まあでかい呪文を唱えて、それをコピーして、大量のアドバンテージを、得て勝っていこうぜっていうコンセプトのデッキにはなるんですけれども、そのため、呪文をコピーするカードがめちゃくちゃ入ってます、このデッキ。あ、なるほど、コピーするのはそもそも入ってるんですね。はい。アラニア以外にも呪文をコピーするカードが結構入ってます。で、一番大事なコピーするカードと言っていいカードがあるんですけど、こちらナーセットの逆転というカードになってます。インスタントやソーサリーである呪文一つを対象としてそれをコピーし、その後それをオーナーの手札に戻す。あなたはそのコピーの新しい対象を選んでもよいというテキストなんですけど、どんな使い方するか分かります？わかんないですけど、なんか無限にループするみたいなことですか？はい、あ、そう、当たってる、当たってる。はい、で、これは自分が唱えるソーサリーが全部バイバック状態になるんですよ。なるほど。で、どういうことかと言いますと、まず、ソーサリーじゃあ適当に唱えますと。そのサックでアラニアが誘発します。アラニアによって、そのソーサリーのコピーが生成されます。で、このコピーが生成された状態でナーセットの逆転を打ちます。ナーセットの逆転はインスタントなので、アラニアまた誘発します。で、ナーセットの逆転のコピーを使って、ナーセットの逆転をコピーしてバウンスします。どれをですか？どれをバウンス？ナーセットの逆転のコピーでナーセットの逆転本物をバウンスするんですよ。なるほど。で、そうするとナーセットの逆転のコピーの効果でナーセットの逆転がまた生まれます。なるほど。で、このナーセットの逆転の効果で、大元に打ったソーサリーを対象に取ると、こいつがバウンスされてコピーされます。なので最終的にコピーされたソーサリーが残るんですよ。なるほど。で、バイバックってそういうことか。そう。ナーセットの逆転も元々のソーサリーも全部手札に戻った状態で、アラニアによってコピーされたコピーと、ナーセットの逆転によってコピーされたソーサリーが両方生まれるんですよ。なるほど、なるほど。もしこれが追加ターンの呪文だったら追加2ターン。なるほど。で、これ毎ターン打てるんですよ。なるほど、なるほど。これが最終的に、行き着く先のコンボになります。なるほど。ナーセットの逆転は、青赤で言いますと、かなり怪しいカードですからね。そうですね。青赤好きだって言うと、怪しいってすぐ分かりますよね。で、どうなるんですか？で、他に、じゃあ、追加ターン何が入ってるのって話なんですけど、ちょっとカジュアルめに寄せるためにそんなに枚数取ってなくて、合計 3.5 枚
取ってるんですけど、そのうちの 0.5 枚時の縫い合わせというカードになります。はい、こちら3マナの追加単呪文になってます。すごい強い強い。条件がコイン投げに勝ったらっていうはい、コイン投げに勝ったら追加単ということで、まあ先ほどみたいにコピーしまくって2回打てたりとかすれば、なるほど、まあほぼ追加単できるやろみたいなそういう構想で、あとちょっとカジュアルっぽいっていう確かに、そういうところでこの時の縫い合わせを採用してます。なるほどなるほど。はい、でこういった感じで勝っていくんですけど、それ以外に、相性のいいカードの方を紹介させていただきたいんですけれども、まずご紹介するのが総帥の声ベイランというカードになります。これはね、当然青赤好きだったら知ってますよね。もうマギっていうまあインスタントギャソンサリである呪文を一つ唱えるかコピーするたびに、ベイランは、ターン終了時までプラ1プラ1修正を受けます。でインスタントソーサリーである呪文を唱えるかコピーすることによってパーマネントの誘発型能力が一つ誘発するなら、それも追加で誘発します。ということはこれはアラニアのコピーを生成するっていう効果が2倍で誘発します。なるほど、2倍。もういいカードです。いいですねこれ。でこのデッキ実はカカも結構入ってるんで、なるほど。カカも2回誘発するので相性はいいかなと思います。で続きまして、調和の振動というカードになります。ほぼ同じカード、同じようなカードなんですけど、2マナの赤のクリーチャーになるんですけど、果敢とあなたがコントロールしているシャーマンかこれ以外のウィザードの能力が誘発するなら、その能力は追加でもう1回誘発するという感じになります。アラニアはカワウソウィザードです。ウィザード、なるほど。これウィザードなんで誘発するとコピー2回だと。ちなみにベイランもウィザードなので、こちらもマギの方は2回誘発します。なるほどなるほど。で続きまして、嵐釜の芸術家というマギがかなりいいんですかね。これコピーでも誘発するんでマギはいいですね。マギのカードこの2枚しか多分入ってないんですけどあれ今日名誉教授入ってないんですか？名誉教授入ってないです。入ってないんですね。強いのは分かってるんですけど、ちょっとそこまでいいかっていうところで入れてないのと、あとただマギじゃないんですけど、ラルが実質マギみたいなテキスト持ってるカードだったはずなんで、あれが入ってる感じになるんですけど、マギでドローってのカードですよね、今の話は。先ほどのが名誉教授がマギでドローで、ラルは唱えるかコピーすると1点ダメージ取ります。フィニッシャーです。ある闘争対戦のマギそうですよね。で嵐釜はマギで宝物が出る。これもねかなり相性がいいです。相性がいいです。しかもこれシャーマンなんで、なるほど。調和の振動シャーマンも一応対象に入ってるんで、1回唱えるたび宝物2個出て、コピーしたらまた宝物2個出て。マギっていうのはコピーでも誘発するんですよね。そうです。そうなんですよね。そこがマギのいいところですよね。ベイランと振動がいる状態で芸術家やると、もう3回誘発するんでやばい。でここまでが単純に相性がいいカワウソ以外のカードになるんですけれども、ここからはせっかくなんで可愛いカワウソもいっぱい入れたいなと。カワウソもコピーできちゃうと。そう、カワウソコピーできるんでっていうので、カワウソも結構入ってます。でまず紹介したいのが後期の魔導士というカードになります。初めて見ました。こちら2マナ22でクリーチャーでない呪文を僕が唱えるたびに、各対戦相手に1点飛びます。かわいいっていうテキストなんですけど、神聖2というテキストを持ってます。追加2マナ払うと11でこれのコピーが出ます。結構いいなこれ。で、これルール的な話なんですけど、神聖で唱えているという情報は、コピー可能な値になってます。そうなんですね。なんでアラニアがいる状態で4体出るんですよ。1回唱えると4点飛ぶ。いいな。さっきのベイランとか調和の振動とかいると8点になる。これカワウソウィザードなんでやばい。しかもいる状態で8体出てきてさらに倍だから16じゃないですか。もういっぱい、もう本当にとにかくいっぱい出るんですよ。やばい。ここら辺が組み合わさってると、かなりいっぱい申請で出るよという感じになります。で
次は続きまして、はい、アラニアの勝ち手段には、はい、最終的に、はい、まあ、今みたいな呪文を唱えることによって誘発するバーン的な能力を使って、はい、まあ、無限に呪文唱えたら絶対死ぬじゃないですか。確かに確かに、っていうような感じで、まあ、はい、バーンチックな勝ち手段もあるんですけど、はい、まあ、それ以外に殴っていく勝ち手段も実は入ってます。で、まあ、その時にキーになってくるカードが警官の洪水呼びというカードになります。はい、こちらは3マナ2/2瞬足で、はい、クリーチャーでない呪文が瞬足を持っているかのように唱えられるようになります。ですね。はい、で、あなたがクリーチャーでない呪文を1つ唱えるたびに、はい、あなたがコントロールしているカエル、カワウソ、鳥、ネズミである全てはプラ1プラ1修正を受けアンタップします。果敢警戒みたいな。うん、そうですね。はい。はい、これを悪用してスタンダードではコンボデッキがね、生まれてるんですけど。そうなんですね。はい。これも、もう、ウィザードなんで、先ほどのね、奴らに誘発するし、アラニアでそもそもこいつ本体をコピーしちゃえば、プラ1プラ1修正してアンタップスっていう能力2回誘発するんで。なるほど。強いですね。めちゃめちゃパンプ乗ります。なるほど、なるほど。強いですね。はい。カワウソコピーっていうのがかなり面白いですよね。そう、面白いんですよ。問題はアラニア出してからじゃないとカワウソ出しにくいっていうのが、まあ、ちょっとネックにはなってるんですけど、ちっちゃいカワウソだから、後から出すのがちょっと微妙だってことだね。そのあたりがちょっとネックにはなってきます。はい、でカワウソ最後の紹介になるんですが、激浪のならず者ブリアと伝説のクリーチャーになってます。こちらは本体がまず果敢を持ってる4マナ33のクリーチャーなんですけれども、あなたがコントロールしてこれでない全てのクリーチャーも果敢を持つようになります。で、あなたがクリーチャーでない呪文1つ唱えるたび、クリーチャー1体対象としてそいつアンブロにしますと。おー、強い。なので、まあ3体いて無限ストームすれば、まあ無限ストームして全員ブロックされなくして果敢持った状態でうおーってやれば、全員倒せると。確かに。はい、なんで呪文唱えた時の誘発で、ダメージ与えるようなカードがなくてもブリアがいれば絶対に、決めきることができる。これはコピーできないですよね。これは伝説だから。そう、伝説なんで、これをコピーすることはできないんですけど、まあコピーするかどうかは別にアラニア選んでいいので、確かに確かに、ブリアは引かせませんって言えばいいだけなんで大丈夫です。ただもう一回誘発しちゃったらそれ以降のカワウソで誘発することにならないので、まあもし他に出したいカワウソがいるんだったら先にカワウソ出すことをお勧めします。これ今ふと気づいちゃったんですけど、これ今すごい強そうだなと思ったんですけど、今の動き全部ドローさせてるんですか？これドローさせてます。大丈夫なの？そのあたりがカジュアルなんですよ。今あれめっちゃ強い、やばい、大丈夫かなと思ってたんだけど、相手がめっちゃドローしてるんですね、これ。そうなんですよ。やばくないですか？相手がドローするスペースより相手がダメージを受けてるペースの方が高いはずなんで面白いですね。極端な話言えば、もうフルタップしてる相手とかだったら無限ターン入っちゃえば引き切らせることも一応可能です。なるほど、なるほどね。全部引かせちゃうと、でもそれより多分勝った方が早いんで別に勝っていいと思うんですけど、まあ実際対戦であったんですけど、赤1マナ立ってる人がいて、パイロ引くまでずっとこの人に引かせ続けるぜ。ただまあ今みたいな話も実際本当にあるんですけど、アラニアちょっといいなって思ってるのが、カジュアルだとたまにこう事故ってて何もできねえなって人がいたりするじゃないですか。その人にしょうがないなって言って、このタイミングで唱えるからどうぞ、自分もアド取るけどねって言いながらそうやって動くこともできるんで、まあそういったところがちょっとカジュアルと強い逃走者の間ぐらいいい能力持ってるんじゃないかなと思って。なるほどなるほど。でせっかくなんで、こうアラニアと相性のいいカードをどんどん採用したいってことで、まあ地味に入ってるのがコインはじきというインスタントになって、知らないんですよね。3マナのインスタントなんですけど、1つ対象にして1点ダメージ飛ばします。で宝物トークンを生成してバンドロします。なるほど、地味ですね。地味です。でもこれコピーできれば、コピーしたら宝物2個出て2ドローなんですよ。なるほど。で1点どっかに飛ばすっていうのを2回飛ばせる。なるほど。なんか地味だけど、まあアラニアと相性っていうかコピーとは相性いいかなと思って、確かにいいっすね。こういったカードをちょっと採用してます。他にもちょっと除去の選択とかを、まあコピーしたら面白そうな除去とか、コピーしたら面白そうなカウンターとかにちょっと寄せてます。なるほどなるほど。で
最後面白カード、そう2枚ほど面白2枚面白カードがある。はい、はい、ご紹介させていただければと思うんですけど、はい、最終的に打ちたいカードその1、富の爆発、はい、6マナ20点火力ですよ。マジですか？いや知らない。知らない僕はカード1枚引きます。はい、その後他の各プレイヤー1枚引いてもいいですと言います。はい、その後これによりカード1枚引かれるたび対戦相手から無作為に選んでその人に5点飛びます。なるほど、はい、なんで、はい、全員がワンドローしたら、はい、5点バーンが4回飛びます。なるほどなるほど。これをでも引かないって言われたらどうするんですか？いやー逃走者戦みんな引くでしょみたいな。でこれ引かないって今言ったんですけど、引かないと単純損なんですこれ。あ、なんでですか？っていうのが、はい、他の人が引くよって言ったら、はい、これ無作為に選ぶんで引いてない人って別に除外されないんですよ。あーなるほどね。っていうまあ駆け引きですよ。もちろん。なるほど面白いですね。だから俺もう死にそうだからやっぱやめとくわって言っても他の人がいや俺余裕なんで引きますって言ったら単純にそこにもそうバン飛ぶかもしれないんで。でも、そのライフが低い人は、引かないっていう選択肢しかなくないですか？っていうのも逆に言えば強いじゃないですか。確かに確かに。でも、ライフが多い人が有利になっちゃいますよ。まあだからパーティーカード。まあなるほどね。面白そうですね。面白そうですね。いやこれみんなが何も引かないよって言われちゃうと6マナワンドロー5点バーンなんでって感じなんですけど、犯罪者の取引とのカードなんかあれと同じようなことですよね。そうですよね。はいはい、いいですね。楽しそうですね。そうまあ楽しそうっていう感じのカードになっています。はい。で最後の1枚、研究の集大成というカードで、ストリック成分だ。知らない。ウィルとローアンのカードなんですけど、青赤 X のソーサリーとなっています。自分のライブラリーから X 枚カードを追放します。はい、追放した。これにより追放された土地カードの枚数に等しい数宝物トークンが出ます。お、すごいランプできる。はい。で、追放された青のカードに等しい枚数カードを引きます。はい、すごい。追放された赤の枚数に等しい数のダメージを各対戦相手に与えます。これいいな、これいいですね。これいいですよね。これいいですね。コピーしたいですね。土地がめくれたらその分宝物出るから、まあ次にまた使いやすいですし、青でドローもできるし、まあやっぱ最終的にはダメージ勝っていきたいので赤でダメージも飛ばせると。なるほどなるほど。でも何点飛ぶかとか何枚引けるかはやってみなきゃ分かんない。打ってみたいですね。でも打ってみたい。これをでかいマナで打ってコピーしてやってみたいなっていう、なるほどなるほど、カードになってます。いいですね。はい。結構アラニア今強そうな動きでしたけど、ドローさせるってところがね面白いですよね。だからやっぱなんだろうな、こう突き詰めていくと、もうちょっとレベル高い卓でもやったりできるんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあこの辺りでカワウソもいっぱい入れて、いっぱいカワウソ並べで、で他の人にもドローさせながら、引きたいでしょ、じゃあ引かせてあげるよって言いながら自分で取ってみたいな動きがちょっとカジュアルではいいかなって思ってます。いやかなり強いですよこいつ。はい。聞いた感じだとこのコピーしながら相手に引かせることが、これ実はヘイトをすごい下げてる行為だってことですよね。そうそうそう。で自分は展開してるけどヘイト下げてますよねっていうことをしながらうまいこと立ち回れば結構強いってことですよね。だからアラには実は騙されちゃいけないけど他の人に引かせてるからいいやつだって思われてるかもしれないですけど、その分もっと凶悪な後取ってるんでお互いドローっていうのがやっぱり最強なので、相手にドローさせるカードっていうのは最強なんですよ。ヘイト下げとしては本当にいい塩梅のカードかなと。これが30コピーだと本当にこれヘイトマックスのカードになっちゃうんで。確かに、かなり楽しそうで面白そうだなと思いましたね。はい、まあそんな感じで、今回逃走者紹介していただいたんですけども、高評価80、いきましたらリスト公開していただける？もちろん。お願いします。あとまあこのデッキに入りそうなカワウソちゃんとかコメントしてくれると、まあでも正直カワウソちゃんほとんど入ってます。マジックに存在するカワウソちゃんはほとんど入ってると思うんで、まあこのデッキ入りそうなねカードをコメントしていただけたら嬉しいです。カワウソ以外の方がいいかも。まああとチャンネル登録お願いします。はい、高評価もぜひお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。